おちょぼいなり。全国 YouTube をご覧のぶらり旅ファンの皆様、こんにちは。ご無沙汰いたしております。さて、本日のぶらり旅は岐阜県海津市にございます稲荷神社、千代保稲荷神社で夕暮れのぶらり町歩きを楽しむのでございます。千代保稲荷神社はおちょぼさんの名称で親しまれる由緒のある古い神社で、特に月末から翌1日にかけて行われる月越し参りには多くの参拝者で夜通しのにぎわいを見せるのでございます。商売繁盛に高いご利益があると遠路から訪れる参拝者も少なくないのでございました。夕暮れの人気の少なくなった参道をぶらり歩き、名物の串カツに舌包む藍色にくれなずむ空と朱色の鳥居のコントラスト、美しい日本の里風景をご一緒にお楽しみください。先に食べる？どうする？あんた2本欲しい。1本2本じゃあ4本もらおう。並ぶのかこれ。こっちかこっちか。あ、違うの？そうここ並んでるの？あ、違うの？あ、そういうことだ。これ串だ。串取って食べればいいんじゃないの？これどういう風？食べ終わった後にお題はいただきますので、はい。2人、白いこと。食べもらってお味噌かソースどっちか一回。はい。お客様は何人かな1本ずつ。ここから取れるよ。取るよ。感情ね、ありがたいね。はい。で、こっちが醤油？ソース？それがソースじゃない？わからん。どっちが味噌だった？味噌ここ。あ、はい。いいよ。つけて。ありがとう。ここで食べてもらっていいかな。はい。これ味噌。いいよ。ここで食べてって言われた。しますのでね。味噌ってここでドボってつけていいの？あ、本当。今度は味噌。大きかった。カードでいいですか？すいません、ありがとうございます。600円ね。玉屋さん串カツ何年かぶりです。お稲荷さんも確かどっかで売っとってさ、お稲荷さんも美味しかったよ。お供え物2つください。はい、ろうそくつけて1本立てるよ。隣でもいいよ。消えてもっとるやんか。お供えだが。で、これお稲荷さん。お稲荷さんあそこあげるだが。
願いが叶う。なんかある。これ叶うか叶わないか占いますっていう石やってみたけど同じ重さだった。ぐるーっと回ってくるだけこれ。なんで回れるの？あれ本当にただ回るだけ。あ、面白いこれ。久しぶりだ。本当だ。キツネいっぱい。キツネいっぱいって。戸田がすごいあるわ。何これ。怖いほどある。こっちへ出ていく。なんか古い灯籠とか全部ここに並べてあるってことじゃないこれ。で、狐もみんな古かった。ありがとうございました。ねえ、終わっちゃう。まだ5時だもん。今門で早終わるもんで閉める悪循環だ。これナマズ。本当のナマズだよ。ねえ、俺どってもらおうかな。1個ずつください。はい、1本ずつ。手に持っていってください。はーい。ここであれごめんね。ないじゃああ、本当だ。じゃあ1本それはもらいます。食べれるんでちょっとこっちの温めます。あ、本当。はい。180円、ね。はーい。はい、180円ね。あんたこれかね。はい、20円ね、2本。はい。はい。ください。ありがことれはう。味噌ソース。これ1本。味噌ですね。みほちゃんも味噌でいい？はい。今日は抜くとかったなぁ。そうですね、またです昼間ね。もう本当に抜くとかったやないの。気持ちが悪いくらい。4日これ。はい、そこに置いといてもらったらいいです。はい。はい。はい、ありがとうね。ごちそうさま。6本やな、みほちゃん。はい、ありがとうね。はい、はいよ。マジだよ。マジ。本当。じゃあ覚えとかないか。じゃあ10円安いし。またあいつには早いってまた。綺麗な青が出る。うわ、明るく映るんだ。ほら、綺麗な青が出る。本日のぶらり旅はいかがでしたでしょうか。最後は湾岸高速から見える名古屋港の風景を見ながらお別れです。岐阜県の稲荷神社千代保稲荷をぶらり歩いてみましたが、夕方の訪問でしたので参道は空いていて多くの店が閉店間際で閑散とした街歩きになってしまいました。以前はいつ来ても賑やかな参道でしたが、これもコロナ禍の影響なのでしょうか。昔の賑わいが戻ることをお祈りいたします。帰路新名神湾岸高速を走りながら次のぶらり旅を考えたのですが、イルミネーションで有名な菜花の里に行こうかななどと思いを馳せておりました。カメラも変えたことだし夜景撮影も行けるんじゃないかと。本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。このチャンネルではちょっと大人なぶらり旅をお送りいたしております。もしご興味がございましたらチャンネル登録をお願いいたします。また他の動画もご覧いただけると幸いに存じます。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。